5000円札のあの人物新渡戸稲造の人生を掘り下げていきます。新渡戸稲造、知ってる、あの渋いお顔の人でしょって思ったそこのあなた、実は彼は国際的な舞台で大活躍したとんでもない人物なんです。しかも海外に侍だけじゃなく忍者を広めた人物って噂も。時は幕末1862年、日本は江戸幕府が終わりを告げようとしていたまさに激動の時代です。そんな中、新渡戸稲造は蝦夷地盛岡藩、現在の岩手県の下級武士の家に生まれました。当時の日本は武士階級が崩壊し、新しい時代へと移り変わるまさに転換期。しかし稲造の家庭はそんな時代の荒波をもろに受けることになります。彼がわずか3歳の時、父親が病に倒れ帰らぬ人となってしまったのです。幼くして父親を亡くした稲造と家族には厳しい現実が待ち受けていました。武士階級の崩壊とともに経済的な困窮に苦しむことになったのです。そんな逆境の中でも稲造の母は息子である稲造に武士としての誇りと教養を忘れずに育てることを決意します。そして稲造自身も幼い頃から学問への強い好奇心を持ち合わせていました。特に英語との出会いは稲造の人生を大きく変えることになる運命的な出会いとなりました。当時日本は開国により西洋文化が流れ込んでいた時代、英語は新しい知識や情報を得るためのまさに魔法の言葉だったのです。稲造は持ち前の勤勉さで英語を学び、14歳の頃にはなんと英語で日記を書き始めるほどの語学力を身につけてしまいました。16歳になった稲造はさらなる学びを求めて新天地へと旅立ちます。向かった先は当時最先端の教育機関として注目を集めていた札幌農学校、現在の北海道大学。ここで稲造は彼の人生に大きな影響を与える人物との運命的な出会いを果たします。その人物こそ札幌農学校の教頭として赴任してきたウィリアム・スミス・クラーク博士です。クラーク博士はキリスト教の教えを基盤とした教育者として知られ、ボーイズ・ビアンビシャス、少年よ大志を抱けの言葉で有名な人物です。稲造はクラーク博士の情熱的な指導のもと、農学だけでなくキリスト教の教えや西洋の文化、そして何よりも世界に目を向け大志を抱くことの大切さを学びました。クラーク博士は稲造の才能を高く評価し、将来を嘱望していました。しかしクラーク博士はわずか8ヶ月で札幌農学校を去ることになります。稲造をはじめとする多くの生徒たちは別れを惜しみ、クラーク博士の教えを胸に刻み込みました。札幌農学校で過ごした3年間は稲造にとってまさに青春時代そのもの。勉学に励む傍ら友人たちと語り合い、将来の夢を語り合った日々は稲造の心に生涯忘れぬ思い出として刻まれました。札幌農学校卒業後、稲造は東京大学に進学し、さらに農学を深めました。そしてさらなる研鑽を積むためアメリカへと留学します。アメリカの大学で教鞭を取る傍ら、稲造は精力的に執筆活動を行い、日本に関する論文や記事を多数発表しました。そんな中、稲造は西洋の人々が日本に対してある種の偏見や誤解を抱いていることに気づきます。日本人は謎だらけで野蛮だと思われている。もっと日本の文化や精神を正しく理解してもらいたい。そんな強い使命感に燃えた稲造は1899年37歳の時、英語で書かれた一冊の本を出版します。それが後の世界的なベストセラーとなる武士道です。武士道は武士が大切にしてきた義、勇、仁、礼、誠、名誉、忠義といった精神を西洋の人々にも分かりやすく解説した書物。武士道は単なる武術ではなく道徳や倫理、そして精神的な規範を含むまさに日本の魂とも言えるものです。稲造は武士道の中で西洋文化と比較しながら日本の武士道精神の本質を分かりやすく解説しました。例えば義は単なる正義ではなく状況に応じて変化する正義であり、勇は無謀な蛮勇ではなく義に基づいた行動力であることなどを具体例を交えながら説明していったのです。この武士道は世界中で大反響を呼び、なんと30カ国語以上に翻訳されました。そしてこの本を通して稲造は侍だけでなく忍者の概念を世界に広めたとも言われているのです。当時の西洋人は侍と忍者の区別が曖昧だったため、
武士道で説明された影の軍団や諜報活動といった要素から忍者のイメージを膨らませていったと考えられています。稲造自身は忍者について明確に記述しているわけではありませんが、結果的に侍と並んで忍者を世界に知られるきっかけを作ったと言えるかもしれません。武士道の出版後も稲造は国際的な舞台で活躍を続けます。1912年には国際稲作物研究所の設立に尽力し、初代所長に就任。世界的な食糧問題の解決に貢献しました。そして1920年、国際連盟が設立されると初代事務次長に就任します。国際連盟は世界大戦のような悲劇を二度と繰り返さないように、世界平和の実現を目指して設立された国際機関です。稲造はその事務次長として15年もの間、世界平和のために尽力しました。特に1924年から1937年まで務めた事務次長職では、国際紛争の解決や国際協力の推進など多岐にわたる活動を行い、国際社会から高い評価を受けました。当時の国際社会は第一次世界大戦の傷跡が癒えず、新たな対立の火種がくすぶっていました。稲造はそんな緊張感漂う国際社会の中で、対話と相互理解の重要性を訴え続けました。例えば1929年に世界恐慌が勃発した際には、各国が自国の利益を優先する保護主義的な政策に走り、国際協調が大きく後退してしまいました。稲造はこの状況を深く憂慮し、国際連盟の場で各国に対して保護主義政策の撤回と自由貿易の推進を粘り強く訴え続けました。また稲造は国際連盟の活動を通して、世界は一つ、人類は皆兄弟という信念を強く訴え続けました。彼の国際平和への貢献は今も高く評価されています。稲造は国際的な活動だけでなく、日本の教育改革にも力を注ぎました。1902年には東京女子大学の前身となる女子英学塾の設立に携わり、初代学長に就任。当時女性への教育はまだまだ遅れていましたが、女性にも高等教育を受ける権利があると訴え、女子教育の普及に尽力しました。稲造は女性は家庭を守るべきという当時の固定観念を打ち破り、女性も社会で活躍できる能力と権利を持っていると主張しました。女子教育の重要性を訴えるだけでなく、自ら女子教育機関を設立することで女性の社会進出を後押ししたのです。また稲造は当時の日本には珍しかった一夫一妻制を強く主張したことでも知られています。これは彼がキリスト教の教えに共感し、男女平等を訴えた結果でした。稲造は一夫多妻制は女性の尊厳を傷つけ、真の男女平等を実現する上で大きな障害になると考えました。そして愛と相互尊重に基づいた夫婦関係を築くためには、一夫一妻制が不可欠であると訴えたのです。このように新渡戸稲造は国際的な舞台で活躍する一方、日本の教育改革にも尽力し、多大な功績を残しました。5000円札の顔として私たちにおなじみの新渡戸稲造、彼の功績を改めて振り返ることで、私たちも世界平和、国際協力、男女平等といった普遍的な価値観について改めて考えるきっかけになるのではないでしょうか。ご視聴いただきありがとうございました。